ございます。小木曽で AS、明けましておめでとうございます。小木曽です。マイクが OK。ちょっとずらしてみるかな。ちょっと上の方が切れているので少し設定をします。今日は透明水彩をやろうかなと思っております。すみません、変な時間から始めてますが、声が入っているでしょうか。ちょっと待ってくださいね。チャンネル。ごめんなさいね。今日は、大丈夫ね。はい。質問があったらいつものようになんか星印とかつけてくれたら非常にわかりやすいです。質問があれば、星印を。今日はちょっと透明水彩をやろうかなと思っております。本当に明けましておめでとうございます。全然なんか動画も更新ができず、昨日中学生の、絵を、デッサン大会の絵を更新はめちゃくちゃ葉っぱ、あれがあるね。今、改めて見たらめちゃくちゃあるね。めちゃくちゃ大変やな。どうしよう。どうしよう。やっぱこれ、初めにこれ全てデッサンしといた方がええのかな。ちょっと今書き出そうと思った瞬間に、ちょっとゾッとしました。おおよそのね、形をとって、北野さん、明けましておめでとうございます。こんにちは。声も入ってるっぽいですね。大丈夫そうですね。ちょっと恐ろしく今書き出した瞬間に、ここまであったかと。先ほどまでちょっと、言ってたんですけども、初詣にそこで見た、寒ボタンっていうんですか、冬ボタンっていうんですか。いや、なかなか人が多かったですね。いつもこのなんか、今日は何ですか成人の日ですか明日ですか知りませんけども。成人の日も私も行ってないですけどね。よいしょ。もうね、女性は大変ですよね。花びらこれね、正確にちょっと時間あったらデッサンしたいんですけど、吉川さんも、M ドアさんも明けましておめでとうございます。まさやんさんも、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。けいこさんも、タイミングよく、グッドタイミング。ちょっとね、今日はちょっとすみません。午前中からわちゃわちゃとしていて、午前中はできませんでしたが、また変な時間に始めております。初詣にだいたいなんか1月のこの10日前後ぐらいに行って、そんなに多くないんですけど、今日めちゃくちゃ多かったですね。何やったんやろうな。もう一周いつも遅いのかな。人混みをなるべく避けたいご時世でもありますからですね。すんごい人混みでした。映っていないことを祈りつつ。もう、でも一番下とかがね、マスクできないからね。もう映ってもうたらしゃあないですよね。もうね。ちょっと、軽めには書いておきました。夏伊藤さんもこんにちは。そう、初詣すごかったですよ。珍しく私と妻が大吉でした。よいしょ。ね、今年は人出てましたね。お兄ちゃんが、吉。弟が末吉ということで、なんか、珍しいね、なんて。私は意外となんか出るんですけどね、大吉なんか5年で3回目ぐらいのような気がする。違うか。でも夫婦揃ってっていうのはなかなかないですね。ちょっとボタンをね、大胆にお花を描いて、ちょっと透明水彩の、今日はなんか透明水彩らしく描こうかなと。ちょっとアクリル油絵と続いてたんで、今日デッサンをやろうかなとも思ったんですが、今日たまたま行った、ゆうとくいなりさんのところに咲いていたボタンがすごく綺麗だったので、お花なんて描こうかななんておじさんが気持ち悪いですね。おじさんでございます。あと、デッサンめちゃくちゃありがとうございました。予想以上に多くて、編集いつやろうかなというぐらいになってるんで、すいません、鬼好評の方を見ておいていただければと思いますけど、すみません。デッサン、10人弱ぐらいが、初めて出してくださって、あと60枚、全部で70枚ぐらい多分あったと思います。ちょっと正確には数えてないんですけども、そのぐらい来ていたので、ちょっと編集等が時間かかるかななんて思いながら、すみません。ちょっと時間かかりそうな気配がありますので、ご容赦いただければと思います。
たらたらと平日にやっていこうと思います。さとこさんもおめでとうございます。先生、皆さんよろしくお願いします。淡井圭さんもこんにちは。ね、今日はちょっと透明水彩らしくね、らしく。今週末が、なんか東京ですね、確かね。僕もね、なんかちょろっと行きますけど。来週が大阪で、DM がようやくできたんや。宣伝すればよかったな。DM が1階にあるな。しまったな。よいしょ。なんかこう、下の影まで書くか、どういうふうに書くか、ちょっと今書きながら考えていこうかなと。ちょっと透明水彩らしい、感じにしていこうかなと思いながら、どんなふうにこう今後これから進めていこうかなっていうのを今ちょっと考えているところです。どんな感じに進めていこうかなと。鉛筆もね、ちょっと薄めに今回しときたいななんて思いながら、鉛筆屋さんも本当ありがとうございました。めちゃくちゃ数、ちょっと予想よりあれ多いなと思って油断してました。20枚ぐらいかななんて適当に思ってたんですけど、70枚来てたんで、あれと思って。鬼好評の方が40何枚やったかなですね。なんか質問あったら遠慮なくしてください。ちょっとパレットまで映っているか否か、もうちょっと引いた方がいいかな。ごめんなさいね。もうちょっと引いた方がいいかな。よいしょ。よいしょ。これぐらいかな。さあ、どうやって進めていきましょうか。イメージとしては、ちょっとここのうっすら見えるような青とかの影の色みたいなんと、うまいことこうなんか使いながら進めていってもいいのかなと思いながら、うまくいくかどうかはちょっとわかりませんが、少しこう、そういう色もうまく活かしながら描いていけたらいいなぁなんて思ってます。この筆でいけるかな、でかいかな。よいしょ。初詣って行かれました。ね。ものすごい人でしたね。今日は多かったですね。よいしょ。ちょっと水を多めにしながら、光と影をある程度初めにちょっとかき分けておこうかなと思いながら、ちょっと大胆な、色を置いてみて、うまくいくか分かりませんよ。もちろんボタンを書くのも初めてですので結構ね、初めてのことしますもんね。初めてのことをしつつ。よいしょ。これはですね、ちょっと何でしたっけ、ピンク。なんとかピンク。何でしたっけ、ショッキングピンクじゃなくて。なんでしたっけね。ド派手なピンクをちょっと使ってみました。うん。チュ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 。本当なんかすごいですよね。初詣ってね。東京の人はどこに行くんですか？東京やったら明治神宮とかですか？でも多いですもんね、人ね。今めちゃくちゃ増えてますもんね。昨日、あれかな。昨日ちょっと朝は、兄ちゃんと弟の予防接種に行ってきたんですが、あれと思って、患者さんが少ないなと思って、1ヶ月前も行ったんですけど、2回目の接種っていうのよくわからんけど、行ってきたんですけど、俺少ないなと思って、で、先生が知り合いで、ちょっとこう、あれと思って、で、少し話しかけたら、青木曽君、明けましておめでとうございますなんて言ったら、いや、もう大変だよ、もう、とかって言って、あれと思って、駐車場は確かに混んでたんですけど、皆さんその PCR 検査待ちで、外にギヤーっといましたもんね、車が。それ皆さん PCR 検査待ってたみたいで、そうなんやと思って。ゆっくりお話ももちろんできずですね。うん。いや、じゃあ、紫とちょっとピンクの、で、影と、もう影を同時に描きながら、青く見えるようなところは少しこう青を使いながら、どこまでかな、ここまでが、あれかな。で、ここは一面もある程度薄くてもいいから影の中に入れていき、青とピンクで混ざったらこう紫色になりますけどね。
ちょっとそんな感じも出しつつ、ちょっと濃いところなんていうのもクックククとやってみたりとかしながら、正直今もどこを書いてるのかがわからなくなったという感じでございます。うん、よいしょ。エミさん、こんにちは。デッサンを見ましたよ。ありがとうございます。ね、すごいですね。エミさんもね。4人子供がってね、書いてありましたけどね、すごいなと思いました。そうなんや。よいしょ。皆さんの見ましたよ、大体ね。次女の成人式だったね。すごいですね。あれですかね、鬼好評に、皆さんが出していたやつなのかななんか、えぐぐ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 ね。すごいですね、4人。よいしょ。やっぱ成人式とか、親はなんか感慨深いですよね。ね、多分ね。うん。私はもう東京にいて、当時はもう本当にセンター試験と成人式同じ日やったんでですね、2浪してたらもう出れないという感じやったから、昔からそうやったんかな、そんなに絶対みんな出るという雰囲気なかったですけどね。出る雰囲気でしたっけね。まあ、エミさんと僕同い年ぐらいだったりするから、どうなんかな。わからないですけど。で、ここの辺は光当たってると。光と影を少し描きつつ、かなりね、もう色も大丈夫そうですね。かなりこう、よいしょ。うん、大胆に生きながら。で、ちょっと上の方の花も少し描いていこうかなと思います。青と、これは何ですかね。ターコイズブルーみたいな、なんとかブルーでしょうね。よく知りませんけど、結構そういう色をだんと置きつつ、その中にぐっとこう、このオペラ。思い出した。オペラという色です。忘れてた。ホルベインのちょっともう固まりかけていたんで必死で出しましたけど、オペラという色を使っています。それがこう画面の中で混ざり合いながらも、ちょっと分離色の可能性高いから、分離色というのはなんかこう、中でこう、色が分かれてくるというかね、それで面白いかなと思ったんで、あえて今回分離色みたいな感じで使っております。ねえ。そうですと。前田の写真を皆さんに描いていただいたんで、7名の方から次女の、いや、もうちょうだい、もう頼んだっていうか書いてもらったんですね。いいことですね。なんかもう無理やり上げてんのかと思いましたよ。絵を無理やり上げない方がいいよというのは僕はよく言っているので、はい。ね、もう書いてもらったんですね。それはそれで飾るスペースが結構あられる方やったらね、嬉しいかもしれませんよね。よいしょ。なんか本当にこう全国の人がいろんな交流の仕方というかね、してていいことですよね。あれですよね。芋の会かなんかのね、あれでやられてたんですよね。すごいですね。ビュー、おお、大胆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 。まあ、乾かないうちに濃くいくところはしっかり濃くいきつつ、でも塗り残すところは塗り残しつつという感じで、描いていってます。うん、えらい静かになったな、下が。またママが外に連れ出されたかな。拉致されてるかな。ちょっと違う赤も入れとこうかなと思います。何レッドかなちょっとわからんけど。うん、何レッドかな。えらい静かになってます。下がね。で、また、これは、オペラ。冬のオペラグラスですね。面白くないですね。はい。よいしょ。うちの姪っ子も去年かなんかが、あれでしたね、成人式でしたね。うわ、こんな大きなったんやって思いながら。早いもんですよね。人の子とゴーヤの育つのは早いって言いますもんね。よいしょ。うん、博多華丸大吉先生のネタですよ。分かってる人は分かるかと思います。で、なんか大きな面っていうのはボーンとこう影の中っていうのやったら影の中みたいなのを少しボーンとある程度大きく、ちょっと光影が見えるところっていうのは少しこう
強くの残しつつ、大きな面っていうのはドーンとしながら、よいしょ。よいしょ。薄い下地のブルー系だったらブルー系をちょっと塗っておこうかなと思います。なんか質問があったら遠慮なくしてくださいね。よいしょ。ビュー。よいしょ。まあ、このね、大きな土台の作り方みたいなのが一番難しいかもしれませんけどね。ここまでか。この辺かな。まあ、多少もちろんよくわからん、どこを書いてるかわからん時もありますけどね。あんまり気にせずに行きましょう。じゅ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 。じゅ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 。で、まあ、花はかけたら花で、ある程度乾かしてあげるの方がいいかなというふうに思いますので、ちょっとドライヤーをつけます。よいしょ。よいしょ。山崎さんも、妖怪犬使い、妖怪犬、犬水産っていうのかな。面白いですね。妖怪犬水産。マリモさんも、新谷さんも、発音に好評ありがとうございました。マリモさんも、こんにちはと。妖怪犬水産、こんにちは。チャッピさんも、こんにちは。山崎さんも、こんにちは。私は今、缶ボタンではなく、これ、缶つばきでいいのかなを描いているところでした。プチキューさんが初めてね、ジャックさんも、久しぶりにライブさん来れましたと。レンさんもこんにちはと。ジャックさんね。初めての方も結構いますね。嬉しいですね。初めての方も遠慮なくコメント、初めてかな初めてじゃなかったらごめんなさいね。嬉しいですよ。遠慮なくコメントください。アウトプットは大事ですと。よく言うてますけどね。なかなかね、アウトプットでね、人と人との関係が希薄になったこの世の中。まあ、一番アウトプットせなあかんのは私なんですけどね。あんまり人と接する機会が極端に減ったから。まあね、それはそれで、ある程度望んでいた部分もあるので、よいしょ。一回、今日もなんかおみくじ引いたら、そんなこと書いてましたね。一人になって集中せよみたいな感じで書いてましたね。おみくじの、あれに、大吉だったんですよ、今日。うえーとか言いながら。お金は貯金しろって書いてました。うえーって。結構なんか、自分がやろうと思っているようなことが書いてありました。うえーって。葉っぱのちょっと影のところをまず書いていこうかなと思いながら。影も、ちょっと何色か使いながら、同じ色ベターっと塗るんじゃなくて、濃厚なところは濃厚にとか、塗りながら、ちょっと影のところというのを書いていっております。チビのために多少はお金貯めやんといかんかなと思ってしまいますよね。チャレンジするときはね、チャレンジしていきますけどね、もちろんね。よいしょ。よいしょ。あと、あれもありがとうございました。ちょっとね、メンバーシップの方だけなんですけどね。ありがとうございました。2日ぐらいにやったやつかな。よいしょ。遠慮なく質問あったらしてくださいね。ちょっと暗めの葉っぱの方をまず描いていってます。ねえ、でも中学生あんな、もう本当思いますよね。でも言ってもやっぱりこう、例えば美術の先生方が全部いるというわけではないかもしれないので、ああいう風に残しておいたら美術の先生がいないところとか、ね、美術部が、ないとこあるのかなわからんけど、子供たちのためにはああいうの残しておいといた方がいいかなと思って昨日ですね、ちょっとこう中学生のデッサン大会の予選、あれで予選なんですよね。佐賀の町の中の子たちの分のですね、作品の公表をしました。
もう何年連続僕行ってんのかな、もうようわからないですね、なんて言いながら、行きましたけどね。うん。まあ、来年はもう違う人でもいいんじゃないですか、なんて言うたんですけど。はい。まあね、本戦じゃないからね、予選やから、200枚ぐらいあったと思いますよ。しょ了解、犬水さん、メッセージを撤回。中学生のデッサン、皆さん上手でしたというね。りょうこさん、明けましておめでとうございます。私もデッサン講評に参加させていただきました。あ、いいですね。70作品もあったんですよ。だからちょっと時間かかりそうで。あれ、どっちにあげようかなってね、なんか悩んでますけどね。鬼好評の方にあげようか、どないしようかなってちょっと悩んでますけど。ね、せっかくやったらいっぱいの人見てほしいからと思うんやけども、上げたら上げたでね、なんか、上げすぎで、こう、登録者も減っていったりするから、まあ、鬼好評の方にあげようかな。だから、もうまあ、来週以降、今週一応、70作品もあると思わなかったんで、20作品ぐらいやったらね、普通のメインチャンネルの方に上げようと思ってたんですけど、まあ、そんないっぱいあったんやと思ってですね。初めての方をちょっとずっと見てて、初めて出してくださった方、その方だけでもメインチャンネルの方に上げてもいいかもしれないですよね。メンバーになってたけど、初めて出すという人もいましたんで、そうしましょうかね。よいしょ。で、ちょっとこう影のところだけでもまず書いておいてます。影の葉っぱを書いていってます。で、ちょっとこう影じゃない葉っぱもまず書いておきましょうかね。明るめにね。この辺なんですけどね。かなり明るい緑を使って、書いていきます。まあ、水とかを多めにしながら、水でこう、ぼかしたりしながら、ですね、塗っていってます。よいしょ。山下教室はもう確実に第2弾が決まったのは、宮崎ですね。宮崎が、2月の、11、12日かな。土日ですね。土日に行こうと思います。で、大阪、まあ何回かやってますけど、正式に山下清ツアーと銘打ってやるのが大阪が、来週何日だっけ ?20 とか、21、22かなの午前中の9時とかからどっかでやろうかなと思ってますので、大阪か、もしかして、まあ、兵庫まで行くの大変かな。とりあえずは大阪の、どこがいいですか？大阪城あたりですか？天王寺新世界新世界とかね、怖いもんね。僕らも子供の頃は、あそこ行くなってめっちゃ言われてたけどね。よいしょ。たまに YouTube とかで上がってますもんね。新世界に行ってみたみたいな。いやー、そんな感じで行くとこちゃうかったですけどね。よいしょ。まあもう、下書きもそこまでね、神経質にやってないですけど、もししっかりやられる方はぜひ神経質にしっかりやられたらいいんじゃないでしょうか。ホズアンさんもありがとうございますと。YK さん、中学生のデッサンびっくりしましたと。赤坂さんも、出先ですね。お仕事頑張ってますね。お仕事じゃないのかな。ね、出先なんでアーカイブで見ますと。よいしょ。よいしょ。よいしょ。まあ、本当にこう、今、葉っぱの一応、影と光のところを描いていって、おきました。まあ、乾いてきてたら、この辺の光の当たってる葉っぱみたいなのも、ちょっと描いてもいいかなと思いつつ、光の葉っぱみたいなのもちょっと描きつつ、描いていってます。ドライヤーが直で当たってるから、この辺は少し乾いてきましたね。よいしょ。ちょっとこう、例えば背景なんかっていうのはこういう風になんていうんですか、藁かなんかでこう温めるようにしてあるんですけど、外側がズドンとこうやっぱ決めたいとこですよね。かといって、まあ、どんな色がいいかな。まず水だけで、なるべく綺麗な水だけで、外側から少しこう書いておいて、まあ、あまり神経質になりすぎはやんように、
ちょっと緩めの水彩にしたいなというなんとなくのイメージはあります。緩めのというかね、優しめの水彩優しめのって何って感じです。よいしょ。よいしょ。外側から決めるというような仕事をちょっとしようかなと思いながら、水だけを少しシャーっとこう塗っておきました。よいしょ。何色がいいかね。紫。紫にしてみようか。ちょっと青っぽい紫にしてみますか。ね。ぴょん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 。ぴょん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 。ビン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 。ビンビンビンもうこの輪郭線のこうギザギザっとしたところというのはやっぱりこう少し慎重にしながら外側からに絵の具を置いてみました。じゃん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 。よいしょ。あれ、えらい静かやな。外に遊び行ったかな。ゆう。あ、いるな。まあまあって声が今しました。いるな。こういうのも落としてみたり、あと水だけを少し散らしてみたり、塩かなんか振っても面白いかもしれませんよね。こういうとこね。でちょっとこう、波を打ってるんで、下へ下へ下がってきますので、少しこうね、いろんな方向に持っていってみたりとかして。ビュー、ビュー、うんビュー。よいしょ。ちょっとグラデーションをつけました。外側からポンと決まっている感じですね。乾くとちょっとまた明るくなるので、もう少し濃いめにしておいてもいいかなと思ってます。もうちょっと濃いめにしておいてもいいのかなと。ちょん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 。ちょん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 。こういう外側から決めるという仕事ですね。ちょっとこうなんか遊びも少し入れておきましょうか。よいしょ。こっち側もですね。こっち側も外側からちょっと決めておきたいなという感じはありますね。よいしょ。皆さんにとって良い年になりますように祈ってます。感情いっぱいの祈りでしたね。よいしょ。失礼な質問ですが、色相関なんかを記憶して描画されて何にも考えてないです。色相関とか。やっぱね、何にも全然失礼な質問じゃないですよ。全然考えてないですね。ああいうこう、法則みたいなのは法則としてあっていいと思うんですけど、あんまり考えてないです。今回はちょっと赤っぽいあれやから、少し反対色じゃないけども、えっと、なんていうか、こうピンクっぽいのに対して少し反対に近いような感じの背景にしようかなぐらいの感じで、何も考えてないですよ。あんまね、そんなね、そう、僕は色相関とか、あんまあれ覚えれんちゅうか、なんかこうテストとかね、出てたけど、人生で僕はあんまり必要なかったかなと思いつつ、昔はなんかこうですね、色相関っていうか、色見本みたいなのを、僕はどっちかというと色感があんま自分でも強いといいと思っていないかった人なんで、どっちかちょっと、あの、色見本とかを持って、これかな、あれかなっていうのは、なんか、高校生の時に、高校2年生かな、なんか、大阪の予備校でやったら平面構成っていうのをやらされるんですけど、なんかこう、それの時の色を選ぶ時は、そういうのを見ながらやってましたけど、どうでもええわって思うようになって、ほとんどもう使わなくなったかなと思いますけどね。いや、全然失礼な質問じゃないですよ。もうそういうこう、そういう質問があったら話が膨らんでいくから、僕としてはめっちゃ助かるんで、遠慮なくうちのチビが妖怪好きなんでね、好きちゃうか。おとついかな、おとついの夜中に、朝方まで僕仕事してて、で、だいたい夜中起きてもうて、そこから仕事するんですよね。で、例えば12時とか、12時に起きるって意味わかんないと思うんですけど、9時とかに一緒にちびと寝てまうんですよ。で、寝てしもって、なんかその後妻は仕事してたりするんですけど、僕は、なんか一緒に寝てまうんですよね。
で、起きて、で、仕事して4時か12時から4時か5時ぐらいまで仕事して、ぼちぼち寝ようかな思って5時ぐらいになったら、妻が上から降りてきて、チビと一緒に降りてきて、でお兄ちゃんが怖いって言うわけですよ。どうしたって言ったら、お化けが攻めてくると。ちょっとこっちに行かすために、今ここちょっと斜めにするためにちょっと手前持ってきました。お化けが来るとか言って、何のお化けって聞いたら、お化け、ピーポが来る、ピーポが来る言ってました。ピーポって何って。警察のこと、何って。そっからワンワン泣いて、結局40分ぐらいかな、もう朝6時ぐらいまで泣いてて、ようやく寝てくれましたけど。ね、妖怪さん、よろしくお願いします。ごめんなさい、妖怪で思い出しただけの雑談でしたけどね。なんかね、突然そんな言い出して、ピーポって言ってました。ピーポが来る、ピーポが来るって何、ピーポって何って。ピーポーでずっと外見て、外にいる、外にいるって夢見たんでしょうね。めっちゃ怖がってましたよ。そのお化けではないですよね。うん、よいしょ。今ちょっと地面の方の影を描いていってます。まあ、よいしょ。ここがね、えらい溜まってしまいましたね。もうちょっとこっちにビューっと。溜まっては手前に出てきて、溜まっては手前に出てきてを繰り返しますね。溜まっては手前に来て、溜まっては手前に来て。今日はこれ、キャンソンボードという、なんか白い紙なんですけど、これなんか、僕が言ってる画材屋さんに聞いたら、なんか先生別に絶版、白だけは絶版じゃなかったですって言われたんですよ。あ、ほんまにって言って安心しました。絶版になるって、なんか僕も聞いたような、聞いてないような、なんか、他のなんか夕食の色が、なんかなるらしくて、別に大丈夫そうですよなんて、でもあんま言わん方がええなと思ってたんですが、言ってしまった。ね。まあ、何でもいいと思いますよ、皆さんね。僕はただこう厚紙感が好きで、キャンソン紙の厚紙感がこう3ミリ厚っていうのが好きで、こいつをよく使ってます。よいしょ。何ですかね、ピーポくん。ピーポくんって何ですかね。湾岸警察署のキャラクターなんかな、思った。じょ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 。よいしょ。まあ、ちょっとドライヤーでちょっと乾かしときましょうか。よいしょ。まあ、ファーストウォッシュと呼ばれるようなね、今一層目ですね。英語使うとね、僕もね、なんかかっこ悪いんで、英語が使えへんのに使ったりするとかっこ悪いから、一層目。一層目です。よいしょ。うん、一層目です。突然怖いとか痛いとか周りをキョロキョロして号泣してます。ピーポくん、夜に見たら怖いか。北野恵美子さんですね。固形の自然絵の具を使ったことがないんですが、チューブ式との使い心地や先生のおすすめをお伺いできたら幸いです。いい質問ですね。僕実はこのなんか YouTube を始めるまでは、実は固形の絵の具ずっと使ってました。ちょっと待ってくださいね。ずーっと使ってて、ラウンドと、これはニュートン、これもラウンドか。ラウンドしかないのかな。ちょっと待ってね。ないか。僕は結構本当固形の絵の具をずーっと実は使っていて、これだともうめちゃくちゃ汚いでしょ。何が何だかわからんけど、これだとラウニーです。もうほとんど、なんかもう、で、ここの中にポコポコはめ込んでいくということで、持ち運び自体はこっちの方が便利かもしれないですけど、なんかこう、たくさん書く、YouTube 始めて、たくさん書くようになったから、ちょっとこれじゃ足らんようになったんですよ。で、じゃあ、おそらくなんですけど、よくこう画材屋さんが言うんですけど、このまずこうケースが高いと重いし高いと、値段的に高いって言ってはりましたけど、おそらくやけど、固形の方がちょっと高かったりするのは、顔料の濃度自体がぐっと濃いんですよ。多分ね。
ね、ちょっとその辺は海外のメーカーとかから、やっぱ輸入とかしていろいろ高くなったりするんですけど、で、やっぱりこう、濃いっていうことは、ちょっとで色がしっかりつくと。高いけど濃いくて色がしっかりつくっていうので、僕は案外こう、使ってました。で、ラウニーと、どこやったっけ？何やったっけ？何かと何かがあるんですけど、ラウニーがちょうどなんかいろんな意味で、例えば固着力自体もまあまあよく、発色もまあまあいいみたいな感じで、固着力が弱いやつもあったりするんですよ。弱いやつは弱いやつで、僕は色はすごい綺麗やったりして、拭き取ったりするのは、色は綺麗やけど固着力弱いっていうやつもあったり、何があったっけ？ラウニー以外は。ニュートンもしっかり固着する感じがしました。それは僕の感覚ですけどね。なんかそういう風にこう、絵の具の会社によって一長一短あったような気がします。だからなんかどれがおすすめですっていう、こう特にそういうことを言うつもりはもちろんないんですけども、僕はだからなんかこう、すごく発色自体は、固形のよりいいような気もしたりしていました。というのが感想です。ただ、ダーとかね、こんだけドカーと書くようになってきたら、ちょっとすぐ足らなくなって、また買いに行かないよりは、ちょっと大きめのこうチューブとかで、ブチューとこういうのでズバーって、こうブリブリっと出した方が気持ちいいので、OK ですか？すみませんね。後で思い出したら、絵の具会社、ちょっと思い出せる自信がどんどんね、なんか人とくっつく機会がやっぱ減ってきたら、なんかこう、ポンポンと頭の中で出てくる、これ多いですよね。すぐこう、絵の具の名前とか出なくなってきましたもんね。老いと言いますね。皆さん知ってますか？老い、老いっていうやつですね。で、ちょっと隙間を外側からぐっとこう決めるようなところ、特に鼻に近いところから、まずちょっと集中的に書いてあげた方が、時間的なもんで他のところとかね、書けなくなるかもしれないから、とりあえずこう隙間とかを書くところは、鼻に近いところから、書いていってみてます。おい、おい、よいしょ。茎のところもちょっとね、ぐーっと書いておきましょうかね。よいしょ。うん、僕はなんか、本当持ち運びとかも便利やったから、そっちの方のなんか、今のは結構しっかりと絵の具の量がいっぱいある、量というか種類ね、種類がいっぱいあるやつでしたけど、もっと少ないやつを結構持ってってスケッチとかしてました。このなんか、ほんと YouTube 始めるまではどっちかというとそっちが主でしたね。よいしょ。いや、いい質問ですよ。もう遠慮なくこう、そういうのどんどんしてくださいね。ラウニーとかはちょうどなんか真ん中ぐらいで、使いやすいかなというような感じはしたかな。シュミンケ思い出した。ギリギリ。シュミンケはなんか色は僕すごい一番好きやった気がするけど、固着力自体はちょっと弱かった気がします。で、あとは、ウィンズニュートンかな。ニュートンっていうのが、なんかこう、ラウニーと似てたような、もうちょっとそれもなんかもう何年前かの自分の中の感覚なんで、なんとも言えないですけど、とにかく、ラウニーとか、シュミンケか。シュミンケっていうのはもうすごくこう、発色は強いなと。ええやんと思って、で、重ね塗りとかをいっぱいしだしたら結構取れてしまって、そうか、いっぱい重ねるんやったらあんまこうあれかもしらんなと。僕の場合って大体3層ぐらいで終わらしてるので、そんな感じかなと思います。よかった。ギリギリ思い出せた。ギリギリ思い出せた。ね。おじいちゃんみたいになってきましたね。よいしょ。よいしょ。ものすごくよくわかります。嬉しいです。ありがとうございます。多分、顔料濃度が濃い。言うたら炭酸カルシウムが少ない。どのあれにも要は体質顔料ってボディって言うんですけど、入ってます。油絵の具にも入ってますし。で、安価な、100円ショップのとかは大量に入ってます。だから色がすごく弱かったりするんで、それはそれでなんか下地とかで使ったらいいかもしれませんし、でも透明水性とかの場合はね、あんま下地とか、そんなあれなんで、結構塗り残したりすること多いから、可能ならば絵の具会社のものを使った方がいいかなと。アクリルなんかでも、やっぱ100円ショップのものっていうのは、
まあ、ジェストはそんな別に問題なかった気がするけど、まあ、絵の具会社の知り合いも多いので、あまり100円ショップの宣伝するとね、あれやから。よいしょ。大阪の本当個展の、まあ、展覧会会場でなんか書こうかな思ってたんですけど、書くかもしれないですけど、基本的には会場よりはなんか屋外のどっかで、まあ、寒いかもしれませんけどね、もうまたね、この時期やし。それでもなんか画廊にわーっと人が毎日押し寄せてしまうないと思うんですけど、まあ、押し寄せてしまったらね、特に感染者がまた増えとる状況やから、と思って、屋外のどこかおすすめの淀屋橋、界隈でスポットがあったら、また中之島の方まで行こう思ったら行けるんで、中之島とかでもありかとは思うんですけど、教えていただければと思います。土曜日はもうちょっと飲み会が入ってるんですけど、まあ、金曜日はもしかしてね、なんか、そちらの方々で、と、なんかお食事でもっていう方がいたら、ご連絡ください。よいしょ。よいしょ。ありがとうございました。ずいぶん昔、ペリカンの固形水彩を買った覚えがあります。ペリカン。ペリカンって会社のですか？ペリカンですか。もうほとんど一発と周り少し書いたぐらいですけどね。エミさんもコメントそこまで長くはなかったですよ。大丈夫ですよ。うん。ね、一応だからちょっと初めての人をゾーンで多分出てくるんちゃうかなと思います。それを今選別を終わっただけで、はい、まだ何もしてませんけどね。初めての人ゾーンのやつだけはちょっと早めにあげようかなと。あとはちょっとのんびりやらしてください。鬼好評がずっと出てくるので。でもやっぱデッサンだってやったらデッサンで絞って面白いですね。こうやって見ると。あとは初めて出してくださった方、やっぱ嬉しいですよね。なんかね。そういう方が結構いたので、ありがとうございました。やっぱそういうのを見ると、あとね、で、やっぱりこう、もう本当力まちまちでいいんですよ。もう本当にもうそれぞれがね、やっぱり経験がある方もいたり、まだまだ初心者って方もいたり、やっぱいいじゃないですかね。前こんなん書いてたけど、こんな良くなってきたって自分で思えたりね、人に見てもらったりとかっていうことは、もうすごいいいことやなと思いますし、いきなりね、書けたらまあ、デッサンはやっぱり本当に考えてみたら、まあ、キャッチボールみたいなもんですよね。デッサンを反対派の人もいますけど、キャッチボールみたいなもんで、ね、野球やるのにキャッチボールできへんっていう人はおらんけど、キャッチボールみたいなこととか、サッカーやったら、パスの練習、トラップの練習とか、サッカーそんなんやったことないんですけどね。なんかそんなんやっぱりしっかりやりますもんね。なんかその考え方みたいなのとかをやっぱ応用みたいなのとこう結びつけて、応用編とね、初心、両方こう組み合わせてやっていくっていうのが理想的なんちゃうかなと思いますよね。なんかもう私には時間がないからデッサンからは離れて極力こう、逃げてましたみたいな人もいましたけどね。長い、大丈夫。人生は長い、大丈夫。来年、私も年末年始コロナでダウンしてましたっていう、僕の知り合いの方は、年末年始、仕事があれへんから、その時に逆にコロナかかりたいわぐらいのことを言ってはる人いましたけど、その人から連絡来て、見事かかったって言ってましたけどね。よいしょ。よいしょ。うん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 あ、コージ N さんもありがとうございました。もう、妖怪犬水産、子供にしか感じられない世界があるかもしれないですよね。まあ、一応ちょっとなんか土台として2層下の方とか書いていったんで、まあ、3層目とかを少し書いていこうかなと思います。今で44分。ちょうどいい感じよね。ちょうどいい感じ。ちょっと細めの筆を今一生懸命探しています。質問があったらぜひ遠慮なくしてください。1時間ちょっとで終わるかなと思いながら、1時間ちょっとで終わるかなと思ってます。よいしょ。ここの、なんちゅうの、黄色を少し置きました。黄色を置きました。うん
ねえ、ほんと子供しか感じられない世界があるかもしれませんよね。わけわからん。お父ちゃんわけわからんかった。何時間も言うても、もうギャーギャー言うてましたね。うん。いで、パレットはやっぱりもうちょいちょいね、やっぱりこう綺麗にした方がいいですよ。パレットはちょいちょいね、綺麗にしてください。ちょうどなんかいい感じの筆ないかな。ちょうどいい感じの筆がいいかな。細すぎず、細くなさすぎずもないかな。ダメや。ちょっとごめんなさいね。筆を探してます。これどうかな。買ったけど使ってないという。よくありますよね。不謹慎かもしれません。いいですよ。昔は語彙を絵で描いてカラーで描かれているものを見たことがないのですが、絵の具を使うと全然大丈夫じゃないですか。妖怪犬水さん、もういいんじゃないですか。僕、あの、えっと、じいちゃんの絵をですね、じいちゃんが亡くなった時デッサン描いて、で、もう当時はスマホとかなかったからですね、やっぱデッサンを描いて、でそれをもとに描いた作品っていうのを、この間の佐賀県の美術館で展示してましたよ。なんか、それをデパートメントに飾った時に、なんじゃこれって言われたことはありますけど、不謹慎、ちゃんとなんて言うんですか、僕はばあちゃんの許可を得て、書いてええかって聞いたら、ばあちゃんもええよって言ってくれたから、ばあちゃんも、モデルにして、ばあちゃんとじいちゃんの絵を描きましたよ。だから大丈夫だと思いますよ。もちろんね、そのご遺族のちゃんとあれを許可を得てですね、僕はばあちゃん、じいちゃんが亡くなった後に大学院生やったから暇やったから、ばあちゃんの家に残って、えっと、いろいろ例えば仏壇を買いに行ったりね、一緒にしてあげたんですよ。ばあちゃん、仏壇とか。で、ばあちゃん一人で行くとやっぱりなんか、高いもん買わされそうになるんですよ。で、ばあちゃん、家のここに置くんやったらこのぐらいの大きさやなとか、僕はそのメジャーとかを持ってね、行って、ばあちゃん、じゃあ、いや、こんな大きいの買ったら入らへんでとか言いながら、ほんまやね、誠ありがとうなんて言われて、で、じいちゃんがよく行ってた山までちょっと行ってきてか、つって山行って、それが、金華山あれですね、斎藤道山、岐阜城があるところの山かな。で、そこのとこ、じいちゃんと何度か登って、じいちゃんいつもそこに一家で、山登りしてたから、で、そこまで行って、ちょっとじいちゃんを弔う意味で、じいちゃんのあれを、そこの山のところにじいちゃんの亡くなった姿とばあちゃんの絵を描いたっていうのが、大学院の修了制作です。から、それはそのご遺族のあれを取れたら全然問題ないと思いますよ。デッサンから僕も描きましたよ。お腹になんかポコッと乗ってるのドライアイスなんですよね。ああいうのを当時はまだなんか書かんでええもんをね、書かんかったらよかったのに書いたっていうね。今やったら書かんでええのになってわかるんですけどね。当時はね、そんなことまでもう考えずに、もう全部書いたれみたいな感じでしたけどね。だから僕にとってはそれが親族で亡くなるというのは初めてやったから、なんかやっぱり自分の中では結構衝撃的というかね、ですよ。全然いい質問ですよ。ね。昔はほらデスマスクとかあるじゃないですか。ベートーベンのデスマスクとかね、ああいうのあって、それが石膏像とかになって、それを描いたりするということもありますからね。いい質問ですよね。なんか、ね、2層目でちょっとよりぐっとなんか椿に見えてきたな。あれなんか椿見えてきたな。ぐっと引き締まるところとか、なんか影とか、固有の色ですね。この薄いピンクみたいなのを薄く塗りながら、なんか本当やばいな、椿に見えてきたな。この辺のなんかブルー系が、下の絵の具があれかな、溶け合って、よいしょ。よいしょ。
ほんとなんか質問された方がね、僕はね、なんかね、適当に話がそこからわーっとこう広げていけるから、楽なんですよ。助かるんですよ。もう何でもいいんですよ。失礼な質問でも何でもいいんですよ。似たような質問が、何度もしてたらね、見てる人とかが飽きてしまうから、たまには、ここで言ってますから、こっち見てくださいねとかいうこともありますけど、全然いいんですよ。ご親族のエピソードを含めてありがとうございました。素敵です。祖父母の肖像、私も両親のをやりたいと思ってますと。星印。先生は2つ並べて描く難しさを言われていたことがありますが、今回の絵に関して、2つ並べ、これね。まあ、なんとなくもうこっちかなって決めていますよね。2つ並べてってそうですよね。で、まあ、画面の中でこれやったらある程度こう、真ん中のあたりに来てるから、こっちよりもこっちの方がとか、並列してボンボンとあったりすると、やっぱり難しいですけど、これぐらいの場合やったらそんな難しくないかなと。例えば人物とか人間が同じようにポンポンといたりすると、やっぱ難しいなと思います。僕はそういう絵を何度もこう描いてて、自分でその難しいと思って描いてます。要はどっちが主役か脇役か分からへん状態みたいな感じの絵とかっていうのは、やっぱ難しいです。その辺っていうのがですね、えっと、ものによったりしますよね。ものによったりとか、よりけりやったりとかしますし、花の場合っていうのとかやったら、どっちか、その周りにちょっと密度のある仕事をぐちゃぐちゃっとこうわざと持ってきてるわけですよね。で、それによってある程度もこっちが主役かなっていうのをもうこの状況を作ってあげたら、そこまでこの場合は難しくないです。特に難しいのはなんか人物とかが並列的に書いてあるとかっていう時は難しいかもしれませんよね。ありがとうございます。今のでいいですかね。そうそうそう。ちち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 お兄ちゃんがね、最近あんまりこう、ライブ配信してても来なくなりましたよね。次、弟かな。お兄ちゃんがね、昔はもう一時はもう必ずこう、参加したいぐらいの勢いで、わー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 言いながら来てましたけどね。何してんのーっつってね、何してんのーって言って来てましたけど、最近はなんかね、そういうの減りましたもんね。成長って怖いですよね。結構見てますね。120、久しぶりになんか100人超えてますね。よいしょ。先生、今幸せですか？菅さん。うわー、難しいね。やっぱ子供見てるとね、なんかね、ほんと元気に育ってほしいな思うけど。どうなんですかね。幸せな方なんちゃうかなと思いますよね。どうなのね。好きなことを中心にできているからですね。で、それでもなんかこう、あとは皆さんとこう、で、本当になんかこう、YouTube でこう応援してますとか言われると嬉しいですよね。なんか絵描きさんだけでやってたらあんまりなかったですもんね。あったはあったんですけどね。なんか、で、ファンですって言われたことなんか、多分なかったと思うんよね。なんか、もちろん個展いつも来てますとかっていうこと言われるんですけど、ファンって言葉を言われたのが、多分ここ半年とか、こんな喜んでもらえるんやっていうのがあるから、幸せなんじゃないかなと思いますよね。なんかね。あとね、特殊技能をやっぱ親が授けてくれた部分があるので、DNA かもしれませんけど、こないして喋りながら書くじゃないけども、あんた口から生まれてきたんちゃうっていうね、うるさい母親に言われますけど、もうお袋もうるさいですけどね。はい。いいですね。今幸せですか。難しいね。この幸せのこう定義ってすごい難しいと思うんですけど、僕これさっきのじいちゃんの話に関連づけて話をすると、やっぱ僕も学生時代、大学院、ちょっと今吹き取ってます。大学院生の、いつやったかな、院の、いつかな、2年か1年か、2年かなの時に、親父と一緒になんていうかな、親父が東京に出張来てて、僕は飲んでたんですよ。金町というゴールデンタウンって、ね、金の町って書くとこなんですけど、そこで飲んでて、焼肉屋で飲んでて、もう飲み過ぎで2人でベロベロになって帰って、もう2人で次の日すげえ体調悪かったんですけど、で、なんか体調うちの親父は僕のこのアパートメント、金町の6畳と4畳半で5万5千円の、アパートメントに泊まって、次の日、仕事に行くということで、
で、まだ携帯電話とか出だしやったと思うんですけど、で、その、前日こう酒飲んでて、言ったら、まあ、僕も酔っ払って親父に「親父幸せって何やと思う？」って聞いたんよ、わけわからんね。そしたら親父が、まあ、自分の好きなことで、自分の本当にこう技量に、合った好きな仕事で、それでお金もらえて暮らしていけたらそれが幸せなんちゃう？みたいなことを言うたんですよ。ウえーなんで哲学やね。哲学みたいなこと言われて。ああ、ああ、そうかそうか、なんて言って、で、次の日の朝、2人で、二日酔いになって、ウェイウェイ言いながらあの、駅に向かって別れて、ちょっとした親父から確か電話あったよね。だから、要はじいちゃんが、さっき話したじいちゃんが、亡くなったと。なんかね、親父からその、幸せというものに対する親父の考え方、哲学みたいなのを教わった次の日に、じいちゃんが天国に旅立って、孫も後でええからちょっと来てくれって言われて、で、葬儀に、岐阜ですけど、岐阜の方まで行ったっていうのが、なんかね、で、ちょっとそれも全部関連づいてくると、で、その、まあ、もうだいぶ後やけども、2010何年、12年か3年、今のは2002年の話なんですけど、2012年か3年の時に、えーっと、親父が末期の癌になって、体調悪いってなって、もう本当に余命もね、いろいろ調べてももうステージ4まで行くと、どれぐらいやとかって分かるわけですよね。で、1年持つ可能性が何割ぐらいとか、なんかそんな感じで、あ、もう親父もじゃあもうあかんわと思ってたんですけど、で、そんな時に、さっき言ったおばあちゃんが、体調が悪いと。ね、だから要は親父のお母さんも体調悪いと。でも親父が癌やっていうことは教えずに体調悪いっていうので、で、その親父のお兄さんの方、横浜のお兄さんの方に、引き取ってもうってっていうかね、面倒見てもうってたんで、そのお兄さんの方から電話あって、ばあちゃんがまこちゃんに会いたいって言ってるから、よかったら東京の仕事来るとき会いに来てくれへんかって言われて、で、ああ、ちょっといついつ行くでって言うから、ばあちゃんに会いに行ったら、老人ホームに入ってて、ちょっと前になんか怪我して、老人ホームに入ることになって、もうそれでもぐーっと弱ってしもうて。で、会いに行って、僕のこともあんまもう覚えてないけど、僕のことはなんか、いろんなことも覚えてないけど、あ、まこちゃんとかって言うてくれて、その2日後ぐらいに亡くなったんですよ。で、自分の息子よりは先に。で、その、2ヶ月後ぐらいにうちの親父が行って。なんかそういう話とか考えとかしたら、案外そういうのってなんか繋がるんやなと思ったりなんかしました。何の話でね。新春にふさわしい艶やかな絵でしょ。ね。すみません。何の話をしてんねんっていう感じですけど、なんか今ね、先生今幸せですかって、でも一番言えるのは、なんか本当になんか、もう今家族がね、子供たちも元気で、妻もすごくこう、元気にいてくれるから、ね、それが一番ですよね。自分自身がなんかこう、あれでも本当にこう、いつも子供らは元気にいてくれるからですね。はい、新春にどうですか？だいぶ1時間ぐらい経ちましたけど、どうですか？チャーミングになりました。2層ぐらいしか書いてないですけど、ボタンを書いてまいりました。全部は、まだ書いていないですけど、なんかね、哲学的な質問されちゃったね。ね。恥ずかしいね。真面目なこと答えたような、答えてないな。うん。ね、おしゃべりしながらこう1時間で書いたっていうね、その事実は事実としてこうやって残るわけやからね。ね、面白いでしょ？面白そうやね、こんな喋りながら書けんねんもんね。うんうんうん。うん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 。ね、こういうのがずっとこういろいろ自分のこう、実績として残ってったりもするしね。なんか、そういう今までなかったこう、メディアとか、そういうのも使えてる自分も
本当はなんかこう画面の中でなんかね、ワイプとかで顔とか出せへんかな思って、ちょっとこう、チャレンジをしようと思った時もあったりしたんですけど、今はそんなやれたらまたいつかやります。まあ、後ろになんかあるものとか別にそんな書かんでいいかなと思うんですけど、なんとなくこうあってもいいかなと思って軽めにちょっと今書いてみたりとか、構成的になんかね、上にこう抜けていくような動きみたいなのがあってもいいかなと思ったけど、やっぱ拭き取ってみたりとか、ね、ちょっと下の方の土の色もちょっと少し、汚してみてもいいかなと思ったんで、ちょっと今汚してみたりとかしながら、いや、楽しかった。ほんま楽しそうに書くでしょ。うん。あ、でも本当好きなことがあるなかなか難しいけどね。まあ、それがそうプラス仕事になるっていうのはやっぱり幸せなのね、と思いますよ。いい質問ですね。AI によって絵が自動で描けるようになっていますが、どのように感じて、おお、またいい哲学的な質問やね。まあ、なんか、すごいなと思うぐらいで、まあ、なんか手仕事は残ると思ってて、なんていうんかな、例えば10年前すごいなと思った技術っていうのも、やっぱりそれは時間が経つと、もう典型的なのは、えっと、今またやってるでしょ。アバターって映画やってるでしょ。あれが確か2009年か10年ぐらいにいっちゃ始めやったんですよね。で、その時もうなんかなんじゃこの映像技術はと思ったけど、もうね、それに追随するごとく、こう映像のすごい高度な技術っていうのは、どんどん進歩して十何年経って、ね、うちのチビが、見とりますよ。なんでだ、アイアンマンとかね、スパイダーマンとか。で、初めてやっぱりもう度肝抜かれるわけですよね。でも、それ時間経つとそれが当たり前になってくるけど、でも結局レオナルドの絵にはね、ずーっと、今も何千万人という人が見に行ったりとか、フェルメールの絵とかに日本に来たら、ね、何万人と、やっぱ結局なんか昔から残り続けている仕事っていうのは残り続けると思ってて、それは例えば手仕事やったりなんかっていうのはやっぱ残り続けていく。ただなんかそこにこう、やっぱり多少のこう、今までと違うこう付加価値みたいなのがつけれていったらより理想的なのかなっていうふうには思っているけども、基本的にはやっぱり時間が経ってくると、ああ、とレンブラントのね、絵が、もう、本物と見間違うごとく AI で描けたりするけども、でもそれが5年、10年したら当たり前になってくるけど、でもやっぱり多分、フェルメール展やら何やらには人は集まると思うんですよ。言いたいことわかる？せやから別に、まあまあまあ、そうなるわなっていう風に思ってるぐらいですよ。ね。でも、だから絵描きとしてはやっぱりなんか自分らで付加価値とかつけたり、なんかこう、ね、自分のその考えとかを喋っていかないといけないというのはあるかもしれない。で、そのためにはこういう YouTube とかやりながら、自分の考えとかをまとまってなくても、とりあえず喋りまくっとこうかなっていう風に思ってたりする。それが付加価値になっていくんちゃうかなと思ってる。わかります？ね。いや、いい質問多いね、今日ね。なかなかね、順天さん。今頃から参加ですと。ありがとうございます。もう、順天さんっていうのは、鶴天さんがいるね。ノアさんね。今生きている時間を大事に、そうですね。ありがとうございます。いい話が聞けてよかったです。ありがとうございます。ちょっと長々、ちょっとなんかよくわからんかったと思いますけどね。1時間3分ほど、どうですか？悪くないと思いません。自分で言うなよってね。突っ込んでるかもしれませんけど。もうちょっと拭き取ったりなんかしたいなと思ってるんですけど、ほんの少しだけ最後やって終わろうかなと思います。もし質問あったら今してくださいね。もうぼちぼち終わろうと思ってます。ありがとうございました。なんかいい質問とか楽しかった。新春にふさわしい。なんか勝手にね、頭で思っててもそういうのって幸せって何とか、AI と現代とか何とかって思ってても、なかなか言葉にせんとなんかまとまらないから、なるべくこういうふうに言葉にしたりとかしていくようにしていってますよ。うん。
なんか一時ほんとそんな哲学的な自分なりのね、哲学みたいなのはものすごい考えてたなと思いますよ。ほんとになんか、ね、もうなんかよう言うてますけど、便利にはなってきてるけど、幸せかとかね、なってきてるかって言ったら、なんかそんな気はしないじゃないですか。私なんかももう団塊ジュニアのね、団塊ジュニアの後のロストジェネレーションで、就職も超大変やった時期に、暮らして、いろんな先日も実は僕の仲間が、同級生やねんけども、同級生で、年は一個上かな。癌で亡くなったんですよ。12月の何日かな。で、癌でまだ若いよね、40代。だから本当に今一生懸命、それの人はもうすごい一生懸命生きてたんですけど、ちょっと東京行った時に少しご自宅の方にちょろっと行ってきたんですけどね。なんか本当に今を一生懸命生きつつ、生きていかなあかんなと。新春一発目の作品でございました。ちょっとサインもしとこうかな。忘れるんですよね、よくね。後でまた書くかもしれませんけど、ね、令和5年ってことか。えーうるさい。今日何日ですっけ？ 1 月9かな？ここ、7、8？ 8 かな？およいしょ。ありがとうございました。伝わってますと。言ってること分かりました。なんかね、ちゃんとね、それをまた今度文章にして読み返したりするとより分かるというかね、すごいよね。脳みそで頭で考えてて喋ってて、でね、絵描いててね、っていうね、わけわからんことを同時にするという、このアバンギャルドなスタイルでやっておりますけども、という感じで、透明水彩らしくね、今日は新春一発目、缶ボタンでいいんですか？すいません。本当にもう、何も知らなくて申し訳ないです。M ドア様ありがとうございます。デザの好評、ちょっと時間、ください。申し訳ないです。で、とりあえず、初めて出してくださった方には、一応メールなんかしたかなと思うんですけど、来てないという方いたら言ってください。一応届きましたよというメールはしたと思っております。写真という最後、ちょっとついでお見せしておこうと思います。2023年も皆さん、よろしくお願いいたします。あとね、またお会いできたら、ちょっと作画動画の方があんまり作れてないので、大きい作品ばっか書いてるので、30号とか25とか、なんかでかいのばっか書いてるんで、30号と40号、細かいいっぱい書いてて、ちょっと書けてませんけど、今年も皆さんよろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。以上で終了したいと思う。山崎さんも里まさんも有野さん。色を使った写生は形がずれやすいですが、先生はどこまで許して描き始めていますか？例えば花びらの開き方とか。おお、今質問難しい質問来たね。何やろね。なんとなくね、ここの白いとこドンかなとか、まあ、ちょっと書き出しのとこまた見てくれたら嬉しいかなと思います。プチキューさんも美しくて感動しました。ありがとうございました。妖怪犬水さんも水彩ならではで実体感を感じました。ありがとう。チャッピーさんまでやかね、ありがとう。あらら、じゃあ、ちょろ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 、こうちゃん、こうちゃんさん、細田さん、けいこさんもありがとうございます。終わり、終了。